あんたここの清掃員でしょ？貧乏人は辛いわね。そう言って私をけなすのは義理の姉。久しぶりの再会にもかかわらず、嫌みたらしく笑いながら平然と言い放った。以前から私をよく思っていないのは分かっていた。しばらく疎遠になり、もう会うことはないだろう。そう、私は油断していた。とはいえ、もう屈することはない。彼女がここにいるということは、つまり、そういうことなのだから。こみ上げてくる笑いを必死にこらえ、あくまで平静を装いながら私は告げる。その言葉を聞いた彼女の顔は一瞬にして凍りついた。私の名前はリカ子、30歳。夫の陽介、娘のエリと3人で暮らしている。陽介とは大学時代からの付き合い。同じサークルに所属していたことがきっかけで交際に発展。4年間のお付き合いの末、25歳の時に結婚した。翌年には娘を授かり、妊娠期間も特に問題なく無事出産。エリは今年で3歳になるが、大きな病気もせずにすくすく成長している。だが、残念なことに、夫の両親はすでに他界していて、娘の成長を見ることができない。その代わりと言ってはなんだが、私の両親が義両親の分まで娘を可愛がってくれている。私たち家族が住むマンションは、実家から車で10分程度の場所。本来なら、今でも私たち夫婦は義実家で同居しているはずだった。というのも、結婚当初、両親の意向で私たちは同居していた。専業主婦をしながら、優しい夫と温かい両親と平穏に暮らす日々。しかし、そんな日常が壊れたのは、結婚して半年が経った頃。私の兄である直人が、実家に嫁を連れて帰ってきた。私が兄に会うのは約5年ぶり。兄は実家と折り合いが悪く、大学を中退してから勝手に家を出て行き、以来ほとんど家に顔を出すことはなかった。どこで何をしているのかもわからず、メールで結婚報告をするも、おめでとうの一言もなし。結婚の挨拶の時も不在で、もちろん結婚式当日も不参加だった。そんな兄がどうして今更と疑問に思うのと同時に、今更どの面下げてという怒りも湧き上がる。思うことはあったものの、とりあえず話を聞くことにした。だが、兄夫婦は私たちの想像を超えるような発言を繰り出す。数年ぶりに実家に来るや否や、兄は父に言った。父さん、俺、ミサと一緒にここで同居することにしたから。お前、いきなり何を言ってるんだ？何年も連絡をよこさなかったくせに、今更。俺だって悪いとは思ってるよ。でもいいだろ？こうやって結婚して一緒に住むって言ってるんだから、十分親孝行じゃん。勝手なことを言うな。リカ子たちの結婚式にも出なかったくせに。だから、それはごめんって。でもさ、親と同居すんのは長男の務めだろ？だから、リカ子たちには出てってもらおうと思って。突然そんなことを言われ、その場の空気が凍りつく。彼の発言にはさすがの父も言葉を失っている模様。そんな中、私は何とか口を開いて兄に言い放つ。ちょっとお兄ちゃん、いきなり帰ってきてそれはないんじゃないの？今この家には私と陽介が一緒に住んでるんだよ。それがどうした？そうやって父さんたちに媚び売ってこの家をもらおうとしてるんだろ？は？そんなわけないじゃん。私はただお父さんたちと一緒に住みたいだけで。いいか？お前はあくまで長女なんだ。
何においても長男が優先。もちろん、同居の件でもな。勝手に大学辞めて、勝手に出て行ったくせに。とにかく、お兄ちゃんの言うことは受け入れられない。出て行って。私は兄の腕をつかみ、玄関まで引っ張っていく。その後も玄関先で言い合いをしていたが、今日は帰ってあげようよ、という兄嫁のミサの一言で、兄もこの日はおとなしく帰っていった。これには両親や夫も疲労困憊。また兄が何か仕掛けてくるのではないかと気が気ではなかった。数日後、インターホンが鳴り、玄関を開けると、そこには見知らぬ男性が。そして家の前には引っ越し業者のトラックが止まっている。状況がわからず、私は目の前の彼に尋ねた。引っ越し業者の方ですか？でしたら、うちではないかと。佐野さんのお宅ですよね。佐野直人さんのご依頼で荷物を運ばせていただきます。直人って、お兄ちゃん？あ、やはりご家族で間違いないみたいですね。では、失礼します。ちょっと、待ってくだ。業者の男性はトラックに戻り、スタッフに声をかける。すると何人かの男性たちが、次々に荷物を家に運び込み始めた。兄が引っ越してくるなんて話は聞いていないし、話題に出てすらいないはず。両親に確認しようにも、彼らは今日出かけていて家にはいない。もしかして私が知らないだけなのかと思い、とっさに2階の自室にいた夫のところへ向かった。ねえ陽介、お兄ちゃんが引っ越してくるって話、お父さんとかから聞いてないよね？え？何言ってんだよリカ子。引っ越しなんてそんなわけ。だったら今すぐ下に来て。引っ越し業者の人がお兄ちゃんに依頼されたって人たちが荷物を運び込んでるの。なんだよそれ。そんな話俺は聞いてない。それにリカ子だって。いいから早く来て。夫の腕を引っ張り階段を駆け下りる。すでに廊下は運び込まれた荷物でいっぱいになっており、さらに次々と業者の人たちがテキパキと行動を進めていく。夫が業者の一人に声をかけるも、こちらは依頼されただけ。ご家族には間違いないんですよね。と言われてしまい、どうすることもできない。仕方なく兄に電話をかけたが、応答はなし。夫が両親に連絡を取ったが、二人ともマナーモードにしているのか、電話に出ることはなかった。結局、荷物はすべて運び込まれてしまい、こちらには有無を言わさず引っ越し業者は帰っていく。家に大量に置かれた荷物を目の当たりにした私たちは、なんとかこの状況を理解しようと必死だった。どういうこと？なんでお兄ちゃんの荷物がこんな大量に？まさか、お父さんや私たちにも黙って引っ越してくるつもりじゃ。そんな最悪のパターンを想像してしまう。とりあえず両親が帰ってくるまで待ってみようと夫と話し合い、私たちは待機することに。しかしその1時間後、両親よりも先に家に現れたのは兄夫婦だった。よーリカ子、今日から俺らがここに住むからお前はとっとと出ていけな。お兄ちゃん、やっぱり勝手に荷物を？勝手に？ここはもともと俺の家。自分の家に荷物を持ち帰ることの何が悪いんだ？は？ふざけないで。私と兄が言い争っていると、背後からクスクスと笑い声が聞こえる。とっさに振り向くと、そこには卑しい笑みを浮かべる兄嫁の姿があった。私の視線に気づいた彼女は、ああ、ごめんね。と、心ない謝罪を口にする。そして、私を嘲笑いながら平然と言い放った。確か、リカ子ちゃんだったよね。長男の言うこと聞けないとか、
どこまでお子ちゃまなの？はい？急に何なんですか？そもそも兄は勝手に大学を辞めて家を出たんですよ。それなのになんで今更。話聞いてなかった？直人はね、ご両親と同居してあげようって思ってわざわざ引っ越してきてあげたのよ。超親孝行じゃない。だからそんなの望んでないんですって。ここには私たち夫婦が住んでます。だから出て行ってください。そんなこと言ったって無理よ。もうこっちだってマンション引き払ってきちゃったし。そんな。とにかく出て行くのはあんたたちだから。じゃ、よろしく。そう言うと兄嫁は兄と一緒に荷ほどきを始める。その途中で両親が帰宅し、兄と言い合いになったが、兄夫婦は断固として家を出て行かなかった。それからは地獄のような日々だった。夫は兄に、私は兄嫁に、罵倒される毎日。服やアクセサリーを勝手に使われ、壊されたりなくされたりするのは日常茶飯事。弁償する気はないようなので、せめて物謝罪を求めるも、義理の姉妹なんだからこれくらいいいでしょとあしらわれるだけ。私の妊娠が判明した時も兄嫁は言った。リカ子ちゃんって専業主婦でしょ？陽介くんが勤めてる会社も普通の企業よね。そんな貧乏家庭に生まれてくるとか子供がかわいそう。てか、なんで私たち夫婦にまだ子供ができないのに先に作るわけ？空気読めよ。ほんと、リカ子ちゃんって非常識な子だよね。そんなことを当たり前のように言われ、私の精神状態は日に日におかしくなっていく。気づけば、ただ兄や兄嫁と同じ空間にいるだけで涙が出てくるようになり、部屋にこもる日々が続く。そんな私を見かねた両親は、夫に別居を提案。お腹の子に何かあってからでは遅い。両親は夫を説得し、早急に実家を出ていくようにと伝えたらしい。夫はすぐに新居を用意してくれて、私たちはそこへ引っ越すことになった。それからは、これまでの生活が嘘のように平穏な日々が続いた。引っ越したばかりの頃は不安もなかなか消えず泣いてしまう時もあった。だが、夫がそばにいてくれたおかげで、私は何とか乗り越えることができた。快適な生活を送るため、私は兄の連絡先を削除。両親にも私たち夫婦の新居を兄たちには伝えないでほしいと頼んだ。それからというもの、両親も家にいるのが嫌だったのか、私たちのマンションに足しげく通うように。私を追い込んだ兄夫婦にとても怒っていたようで、実家でもほぼ兄たちを無視していたらしい。両親はそれまで私たち夫婦と自分らが負担していた生活費、それから家賃も兄夫婦に催促。兄たちが支払いを拒むと食事も一切出さず、両親は彼らの荷物をどんどん家の庭に放り出していったという。それらの両親の厳しい行動に耐えられなくなったのか、兄夫婦は実家を出て行った。それからもうすぐ3年が経つが、あれ以来兄夫婦には会っていない。再度両親との同居を考えたこともあったが、あの家にいる限り、またいつ兄たちが顔を出すかわからない。そう思うと、どうしても実家に住むという選択肢にはなれなかった。だが、実家が老朽化しているのも事実。最近では、両親が私たちのマンションへ引っ越してくるのも選択肢の一つだと話が出ている。そんなある日のこと、買い出しに行くためエントランスから外に出ると、そこには見覚えのある顔が。彼女の顔を見た瞬間、嫌な予感が一気によみがえる。あれ？リカ子ちゃんじゃん。そう言って私に近寄ってきたのは兄嫁のミサだった。なんでここに？なんでって、
このタワマンの内見よ。内見？まさか、ここに兄と住む気なんですか？内緒。でも、リカ子ちゃんに会うなんてびっくり。やっぱりだいぶ貧乏だったんだ。え？貧乏？聞き返すと、義士は不敵な笑みを浮かべる。そして、私の服装を指さしながら言った。その安っぽいニットにスキニーパンツ。そんな格好でここから出てくるなんて、理由はあれでしょ？何って。はあ、ほんとにかわいそう。子供も生まれたんだよね。超かわいそう。何がかわいそうなんですか？私は夫と愛情を持って育てています。ムキになっちゃって。あんたみたいな何の取り柄もない女が子供なんか産んでんじゃないわよ。この身の程知らず。そう言った兄嫁は高らかに笑い声を上げた。その瞬間、少しずつこみ上げていた怒りが頂点に達する。もう我慢できない。久しぶりに会ったけど何も変わってない。それどころか人をけなすことしか考えてない。いくら私が気に食わないからって許せない。どうなってもいい。そんな覚悟で私は彼女にゆっくり口を開く。一体何なんですか？あなたが私を嫌っているのはわかりますけど、もう関わらないでもらえません？は？何急に。もしかして、私に惨めな瞬間を見られたから焦ってる？惨めな瞬間？一体何のことですか？とぼけなくていいって、もうわかってるから。あんた、ここの清掃員でしょ？貧乏人は辛いわね。どうやら兄嫁は私をここの住人ではなく、ただの清掃員だと思っているらしい。それもそのはず。私が今住んでいるこのタワーマンションは、この辺で最も家賃が高く、とても夫の給料だけでは住めない場所。夫の勤め先を知っている兄嫁は、私たちがここに住めるはずがない。そう判断したのだ。私を見下すように、容赦なく彼女は続けた。いくらこのマンションに出入りしたいからって、清掃員までやるなんて、リカ子ちゃんのその根性、すごいね。勝手な決めつけはやめてくれますか？私は清掃員じゃ。はい。いいから、ナオトには黙っててあげるよ。その代わり、今日からあんたは私の奴隷ね。黙っててあげる代わりに、私の言うこと何でも聞くこと。私をこのマンションの清掃員だと決めつけ、幼稚な提案まで押し付けてくる。私はもう我慢の限界だった。そんな彼女に現実を突きつけてやろう。そう決め、静かに言い放つ。何を勘違いしてるんですか？ここ、私の家です。は？先ほどまで笑顔を浮かべていた兄嫁の顔が一瞬にして固まる。明らかな動揺を見せる彼女のことなどお構いなしに私は続けた。ちょっと語弊がありますね。私が住んでいる家であり、夫の所有物です。所有物？何って。このタワーマンション、もともと夫の両親が生前所有していた物件の一つなんですよ。今は夫が相続して、不動産屋を仲介して貸し出ししている状態です。そう。夫がすぐに新居を見つけられたのは、自分の所有する物件があったから。義両親から相続し、もともと貸し出すためだけに所有していたこのマンションの一室を、私を兄夫婦から守るために用意してくれた。今では私も独学で勉強し、夫の負担を少しでも減らせるよう、不動産屋とのやり取りを私も手伝っている。つまり、彼女が内見に来るのであれば、名前の時点で気づくはず。私と夫が不動産屋から伝えられた内見者リストの中に、兄や兄嫁の名前はなかった。驚きを隠せない彼女に、
私は容赦なく問い詰める。ミサさん、あなた、今日誰と内見に来ているんですか？そんなのナオトに決まって。不動産屋から聞いている中に兄の名前はありません。つまり、別の方と来てるってことですよね。そんなわけないでしょ。私はナオトと。そう言いかけたその時、彼女の後ろから、お待たせ、と見知らぬ男性が駆け寄ってきた。彼は兄嫁の腰に手を回し、頬にキスをする。その時点で私は全てを察した。私が感づいたことに兄嫁も気づいたようで、慌てて男性を自分から引き離し、あくまでただの知り合いを装う。私は隣にいた男性にも聞こえるように、わざと大きな声で口を開いた。お姉さん、いいんですか？こんなところにいて。専業主婦なのに遊び歩いてたら、お兄ちゃんに愛想つかされちゃいますよ。ちょっと、あんた何言って。あれれ？というか、人妻なのにこんなところで他の男性とデート？それともお友達？お兄ちゃんに伝えなきゃ。やめて、お願い。必死に懇願を続ける彼女。その目には涙が浮かんでいる。だが、もう容赦はしない。これ以上余計な発言をしないよう目で訴えてくる彼女に向かって強く言い放った。本当に都合のいい人ですね。散々人のこと苦しめて精神的に追い込んだくせに、久しぶりに会ったのに何も変わってない。それに自分は浮気？冗談じゃない。あんたって人間はどこまで最低なの？待って、リカコちゃん、お願い。うるさい。私はね、あんたと兄のせいで散々苦しい思いをしたの。謝罪一つもしないで。よくもまあそうやって人をバカにできるわね。私はあんたもお兄ちゃんも絶対に許さない。これまでの私の苦しみを今度はあんたが受ける番よ。私の言葉に彼女はその場に崩れ落ちる。地面に顔を伏せ、大声で泣き続けていた。その後、私が兄に報告したことで、兄嫁の浮気が公に。さらに彼女は既婚者でいたことを黙って、浮気相手にこのマンションを買わせようとしていたらしい。すべてがバレた兄嫁は、相手の男性から結婚詐欺で訴えられる羽目に。しかし驚くことに、兄の方も会社の人間と浮気していた。ちょうど同じくらいのタイミングで会社にバレ、兄は地方に左遷。兄嫁もついていったらしいが、こうなったのは相手のせいだと、互いに責任を押し付け合う日々。兄嫁には浮気相手から、兄には浮気相手の旦那から、多額の慰謝料が請求されたという。もともと専業主婦だった兄嫁と、左遷された兄の給料だけで賄うことはできず、最近ではとうとう闇金に手を出したのだとか。彼らが日の当たる道を歩けるのはだいぶ先になるだろう。もちろん助けたりなんかしない。一方の私はというと、相変わらず家族3人で幸せな日々を送っている。夫の好意もあり、来月には両親も私たちと同じマンションへ引っ越してくることになった。同居ではないが、また別の形で両親のそばにいることができる。夫には感謝してもしきれない。そばにいてくれる人を大事にしながら、今後も一生懸命生きていきたいと思っている。